こんにちは、ともりあらたです。今日はですね、衝撃的な論文を皆さんにご紹介したいと思います。どんな論文かっていうと、子供の性格、あとはその人が大人になった性格っていうのは食べ物で決まってくるというものになります。なので、うちの子最近ちょっとキレやすいなとか、気持ちが落ち込みやすいんだよなっていうふうに悩んでいるあなた、自分自身も実はそんな傾向があるんだよっていう思っているあなたは、ぜひ最後までご覧ください。2024年9月に出た論文で、幼児期の気質っていうのが腸内細菌の多様性と構成に関係しているっていうものになります。面白いことに、大体こういうのって海外の論文が多いんですけど、これはね、日本でやってるっていうのもすごくポイントなのかなと思います。全国の保育園とか幼稚園とか子ども園とかに通う284名のお子さんにですね、その子の腸内細菌のバランスとその子の気質、性格と気質って実はちょっと違うんですね。性格っていうのはもちろん生まれつきっていうところもあるんですが、気質っていうのは怖がりとか不安になりやすいとか、さっき言ったすぐ切れやすいとか、そういったコントロールのところを気質っていうふうに言うので、またちょっと性格とは違うんですが、その子の気質っていうのをお母さんのアンケートをもとに解析したっていうものになります。そうするとですね、面白いことが分かったんですね。子どもたちの中で新しいことに挑戦してワクワクすることをやっていこうみたいな前向きな感情を持ってるっていう、この腸内細菌っていうのは多様性が素晴らしかったっていうことなんですね。多様性って何かっていうと、量はもちろん多いんだけれども、どういう菌がいっぱいいるか、種類も多いっていうところになります。逆にストレスを感じやすいとか、怒りっぽいとか、ネガティブだったりとか、感情の起伏っていうことのコントロールがつきにくい気質の子はですね、腸内細菌の多様性っていうのが失われているっていうことが分かったんです。3歳から4歳のお子さんの中の腸内細菌でこんなにも性格が変わるっていうのがすごく面白いなと思ったんですね。分かりやすく図に示すとこんな感じになります。この図が何を表しているかというと、向かって左側の否定的な感情の傾向って書いてあるのが、さっき言ったストレスに敏感であるっていうことになります。それが低いっていうのが、さっき言った前向きな行動をとったりとか、新しいことに挑戦したいっていうような考え方の子になります。下の軸がですね、腸内細菌層の多様性って書いてあって、マイナスとプラスになっているんですが、腸内細菌の種類だけじゃなくて構成のバランスがいいか悪いかっていうことになります。否定的な感情が高くなってくると、腸内細菌の多様性が低い子ども、これが大きく分けて4つになります。もちろん腸内環境だけで気質っていうのが 100% 決まっているわけじゃなくって、中には多様性が高くてもネガティブな感情っていうのが高いお子さんもいらっしゃるので、 100% ではないんですけれども、大体が否定的な感情の傾向を切れやすかったりとか、ネガティブな感情になりやすいお子さんっていうのは腸内細菌の多様性が少なかったよっていうことが分かっています。じゃあなんでその多様性が大きいとこういうふうに気質っていうのが変わるのかっていうと、腸内細菌層の多様性が高いっていう時には炎症を抑えるような細菌が多い、逆に多様性が少ないっていうのは炎症を誘発するような働きをサポートする腸内細菌が多くなってしまってるっていうことになります。まとめてもう一回図にするとこちらになります。炎症を誘発する細菌が多い人たちっていうのはネガティブな感情に陥りやすいし、逆に抗炎症を誘発する腸内細菌が多いイコール腸内細菌が多様性が多いっていう人はポジティブな感情になりやすいっていうことになります。腸内細菌っていうのはだいたい3歳から4歳ぐらいになんとなく決まっていて、定着するのはだいたい15歳前後って言われてるんですね。これはこの研究以前から分かっていたことになります。なのでバランスっていうのがだいたい決まってくる時に、その子の気質っていうのも変わってくるっていうことがあるので、定着する15歳までにしっかりと食事とかをとって多様性を生むっていうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。なのでもう一回この図を見ていただくと、否定的な感情が高くって腸内細菌の多様性が低い人には認知行動療法も大切なんだけれども、腸内細菌のための食事のサポートが早めに行うことが大事だよって書いてありますし、逆に否定的な感情が低くても腸内細菌の多様性が低くて炎症を起こしやすい人も食事をサポートをしてあげましょうと
というふうに書いてあるので、炎症を抑えるような腸内細菌が多い方がやっぱりポジティブな感情もそうですし、あと体の中のね炎症を起こしにくいっていうアレルギーだったりとかっていうのにも関与してくるので、そういったところの方が必要じゃないかなというふうに思います。じゃあ炎症をね抑えるような腸内細菌をどうやって増やすかっていうお話になってきます。炎症を抑えるような腸内細菌が好きなものっていうのがあるんですよ。それがズバリ発酵性の食物繊維ルミナコイドと呼ばれるものになります。これをしっかり摂ることで多様性が生まれるっていうことになるので、切れにくいお子さんになるし、15歳ぐらいまでじゃなくてこれ以降の私たちもですね、そういった感情に左右されやすいですよね。同じストレスでもストレスを受けやすい人とか、なぜかこの人何でもいつも前向きだよっていうのはもちろん性格もあるんですけれども、もしかしたら腸内細菌の多様性っていうところに関与しているのかもしれないなっていうところがあるので、ストレスに強い体にしたいじゃないですか。っていうことになると、やはり発酵性の食物繊維っていうのはしっかりと摂っていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあそれが何かっていうと、こういったものになります。発酵性の食物繊維1個だけじゃないです。芋に含まれているレジスタントスターチだったりとか、あとは穀物に入っているアラビノキシランだったり、いろんなものがあるので1個だけじゃなくて、これをまんべんなく食べるっていうことが大事だっていうことが分かっているので、発酵性の食物繊維をいろんな種類食べるっていうことと、あと食事自体も偏らないでバランスよく食べるっていうことが大切になってきます。まとめるとですね、私たちの性格っていうのはもちろん生まれながらにもありますけれども、実は小さい頃の腸内細菌のバランスによってそれが定着してくる可能性があるっていう論文があるんですね。特にネガティブな感情っていうものは炎症を誘発する腸内細菌が多い人がそういった傾向があるんじゃないか。逆に炎症を抑えるような腸内細菌が多い人たちっていうのは、うつだったりとか不安っていうようなちょっとネガティブな感情になりづらいんじゃないかっていうようなことが示唆されるので、すごく大事なことですよね。じゃあ大人になっても関係ないかっていうと、15歳ぐらいまでに腸内細菌のね多様性っていうのは決まっちゃうから、大人になっても関係ないかっていうとそうではなくって、炎症を抑えるような腸内細菌が好きな食べ物を食べることによって不安だったりとかちょっとうつ症状を改善する可能性があるんじゃないかっていうのが今回の論文でも期待できるところなのかなと思うので、もちろんお子さんのね将来っていうのもそうですけれども、私たち自身も炎症を抑えるような腸内細菌の餌ルミナコイドを積極的にとっていって、明るくてポジティブな気質っていうのが前に出ていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のね論文結構私もね興味深かったなと思います。思い起こせば私あんまりストレスとか感じないし、あんまりこうネガティブな感情がないんですけど、小さい頃芋とかよく食べてたなって思うので関係あるのかなと思ったので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。さようなら。